おはようございます。今週も人間をやります。やべ、火消してない。左右飲みながらお猿のジョージで英語聞きます。はい、今から作業します。はい、今から昼ご飯作ります。鶏ささみ、卵、アボカド、納豆、豆腐、水菜ですね。これはもういつも通りです。スクランブルエッグ飽きたんでゆで卵作ります。ちょっと水少ないかも。ちょっと水足そう。鶏ささみ焼くより蒸した方がうまいんでレンチンします。ここに酒大さじ1で、ここに塩コショウですね。嘘やろ、爆発したって。やっぱ蓋開いたし。まあいいや、追加ちょっと見とこ。やばそうやったら止めるわ。原因なんやろな。酒入れたからかな。うわ、やば、肉ぐっちゃぐちゃになってる。うわー、だるめっちゃ汚れたし。味噌汁これ具なしです。豆腐ですね。豆腐あんまり煮込みすぎたら崩れるから全然直前でいいんですよ。で、あと水菜なんですけど、水菜は味噌汁が温まってから入れます。この熱々の味噌汁に水菜入れます。昼ご飯です。やっぱどうなってんのこれ。でもめっちゃしっとりしてるけどな。絶対うまいやん。食べてみます。もうやかんでいいわ。こっちの方が圧倒的にうまい。はい、ゆで卵です。僕ゆで卵ちょっと苦手なんですけど、スクランブルエッグがあまりにも飽きたんで今日はゆで卵にしました。はい、沖縄の塩でいただきます。思ったよりうまいわ。てか黄身の加減が完璧すぎる。これ7分茹でましたね。塩は美味しいけどやっぱりゆで卵美味しくないわ。これ何がうまいマジで。ゆで卵ってほんまにゆで卵うまいって思ったことないわ。さあご飯食べながら常時見ます。はい、僕金曜日の昼間から一歩も外に出てないんで今から散歩行きたいと思います。今気温は9度ですね。晴れてるから結構あったかいです。風がなかったらあんま寒くないからめっちゃ散歩しやすいわ。気持ちよすぎる。また今からお猿のジョージ見ます。最近夕方にめっちゃ眠くなるからもう風呂入ります。今日は生姜焼き作ります。生姜焼き僕片栗粉入れん方が好きですね。もうできそう。めっちゃ簡単やな。完成です。晩ご飯です。生姜焼きと味噌汁ですね。手揚げレッドキュース。なんやろな、この片栗粉もつけずに焦げ目もついてない生姜焼き結構好きなんですよね。最高っすわ。おはようございます。寝るの早かったんでめっちゃ早くに目覚めましたね。真っ暗。冬に日の出前に起きれたら初めてかも。白湯飲みながらお猿のジョージ見ます。もう日昇ったんでめっちゃ明るいですね。今んとこ雲一つない快晴です。というわけで今から作業します。味噌汁を作りたいんですけどもう豆腐がなくて、
水菜、ネギ、あと玉ねぎしかないです。今日お金使わんかったら4日連続でお金使わんことになんねんな。明日買い出しの日やから今日お金使うの悔しいな。なんか豆腐がある方がね、お腹満たされるんですよね。あとわかめもあるんですけど、白ネギとわかめは相性が良くないらしい。玉ねぎとわかめの味噌汁ってよくよく考えたら定番の組み合わせですね。ささみが爆発せえへんようにするためにフォークで穴開けます。酒入れるとささみの水分が、外に出ていきにくくなるんですよ。でそれで爆発したんですよね。でもこうやって穴開けてると爆発しないらしいです。でここにわかめを入れます。今日は爆発せえへんやろ。爆発せんかったわ。しばらく置いとこう。もう一回温めます。常時見ながら昼ご飯食べます。見てこれ、鶏ささみめっちゃいい感じにできた。これやばいっしょ。これ見るからに絶対うまいもんな。めっちゃ柔らかそうです。でも昨日の方がしっとりしてたかもしれん。うめ。豆腐入れる方がお腹膨れるから豆腐はもうちょい多めに買わなあかんってことが分かった。てか買い出しを週1回にしたことによって早くも気づいたことがあります。それは何かっていうと、工夫が生まれるっていうことですね。もう今あるもので何とかしようってなるんですよ、今日みたいに。でも今まで僕はもうなかったら買いに行けばいいやんって思ってたから、だから毎日のようにスーパー行ってたんですよ。制限がないとね、全く工夫しなくなるんですよね。そのせいもあって僕食費がねめっちゃ高くなってたんですよ。僕外食もほとんどせえへんし、お菓子も全然食べへんのに月の食費が3万7,000円とかかかってましたからね。意味わかんないでしょ。でそれはやっぱり材料がこれじゃないといけないって思い込んでたからなんですよね。レシピとか見てもなんか1個材料が足りひんだけでなんか嫌というか、レシピ通りの材料で作りたかったりするんですよ。だから僕そういうね融通が全然効いてなかったんですよね。だから買い出しを週1回にするメリットってかなりでかいかもしれないですね。昼寝気持ちよかった。今からまた英語聞きます。はい、今から散歩行ってきます。今日は鮭にしよっかな。野菜が全くないからな。もっと買っとくべきやった。鮭まだいっぱいあるからと言ってもあと6切れか。どうしよう。鮭2切れ食べようかな。でもなんかめっちゃ傷んでるような気がする。これあんまり長期間冷凍保存するのも良くないかもな。晩ご飯作る前にゆで卵食べます。今日は鮭のムニエル作ります。うい、早くもめっちゃ眠たいです。今日6時前に目覚めてますからね。バターです。なんか焦げてない？なんで？火加減めっちゃ弱いのに。なんか最近フライパンの真ん中らへんめっちゃくっつくねんな。スクランブルエッグですらもくっつくもん。コーティングが早くも剥がれたんか。はい、晩ご飯です。このタレをキャベツにかけて食べんのがめっちゃうまいのにな。おはようございます。めっちゃ寝た。まだ暗いな。はい、今から作業します。というわけで今日は1週間ぶりにスーパーに行くんですけど、まずはサンディに行きたいと思います。で昼間に業務スーパー行きます。というのはね、もうサンディがあまりにも安すぎるせいで、もうサンディの方が安いもの多いんですよ。価格がバグってます。バグレベルの安さですね。で予算は1週間4000円です。先週は3064円しか使わなかったんで約900円ぐらい余りましたね。でも先週はアボカド買ってないんで、今週は4000円ちょうどぐらいにはなると思います。で僕エコバッグなくしたんでスーパーのレジ袋を使い回してます。今日天気悪くてめっちゃ寒いな。まずオアシスでアボカド買います。財布忘れてることに今気づいた。財布取りに帰ってきました。アボカドはね、いろんなスーパーで値段チェックしたんですけど、一番安くても158円ですね。159円やったわ。まとめて買うから緑色のやつ買うわ。続いてサンディです。嘘やろ、何が起こった？
食材いっぱい買ってきました。まとめ買いするときは袋でかい方がいいな。これだけ買って2301円でした。ちなみにアボカド6個だけで1030円ですからね。これ安すぎへん？これで今週の残りの予算が1699円ですね。アボカドほぼ毎日のように食べてたら1週間4000円とか絶対無理やろうと思ってたんですけど、これいけますね。いや改めてね、サンディが安すぎるわ。僕食材を絶対無駄にしたくないんで、こういう感じで野菜をまとめて買うっていうことって今までなかったんですけど、もう余ったらコンソメスープに全部入れたらいいやんと思ってまとめ買いしてみました。昼ご飯です。今日はレンジの時間30秒短くしてみました。余熱で火通してるから全然いけると思う。うわ、もしかしたら火通ってないかもしれん。一旦切るわ。いやいけてるか。今日のやつの方が昨日のやつよりしっとりしてます。フォークで穴開けすぎると多分水分抜けすぎるんで、穴の数も減らしました。ギリギリ火通ってるけど、これやっぱり2分やった方がいいな。はい、今から皮膚科行って業務スーパー行きます。午前中よりもかなり晴れてて最高ですね。さっきまで天気良かったのにいきなり雨降り出してんけど。はい、業務スーパー到着。鶏もも肉買ったら予算オーバーしてまうな。うわ、全く同じニラやけどサンディの方が余裕で安いわ。ニラって家庭菜園したら一生収穫できるらしいんで、今年家庭菜園やってみます。鍋のスープを作ってみました。これもつ鍋のスープなんですけど、入れてんのは豚肉ですね。ここにニラ入れます。で、あとニンニク、あとは唐辛子ですね。これニンニクって煮込む必要あんのかな。ニラはあんま煮込まん方がうまいよな。めっちゃうまそう。そしたら食べてみます。手上げでいただきます。めちゃくちゃうまいやんけ。ほんまはごま入れないといけなかったんですけど、なかったんでもうなしで作りました。これで十分やん。これうまいな。ニラうますぎやん。これね、ニラの家庭菜園やったらめっちゃ安く済むやん。今からコーヒー飲みながらポケモンを2時間ぐらい見ます。1周目は字幕なしで見たんで、2周目は字幕ありで見てます。ささみ解凍すんの忘れてた。どうしよっかな。とりあえず解凍はしよう。あったかい部屋やったら結構すぐに解凍できるんですよね。多分20分もあればいけるやろ。でこれたまにひっくり返します。もうだいぶ溶けてきてんもんな。ちょっとレモン入れよう。筋取んの忘れてるけどいっか。はい、であと酒。遅くなったんですけど昼ご飯です。やっと今から作業します。今日ももつ鍋作ります。まず水 600ml ですね。で鶏ガラスープの素大さじ2で、砂糖小さじ1で、塩小さじ1/2で、ごま油が大さじ1で、オイスターソースが大さじ1/2で、醤油小さじ1。このスープうますぎて昨日全部飲んでもうたわ。ほんまはここにごま小さじ1/2入れるみたいです。あとはお好みで白ごま、僕はどっちもないんで入れないですね。あと胡椒入れるの忘れてました。胡椒が小さじ1/2ですね。胡椒は結構適当。昨日冷凍してた野菜を使います。ニラ最後に入れたいねんな。ニラは食べる直前に入れます。この鍋に必須な具材はニラ、ニンニク、唐辛子ですね。これは絶対入れた方がいいと思う。鍋のスープ自分で作るとめっちゃ安上がりなんで飲んじゃいますね。
でも何の調味料をどれぐらい入れてんのかが分かるからいいですよね。この鍋の場合ほぼほぼ鶏ガラスープやもんな。てか鍋の素結構高いじゃないですか。だからいつも使い回ししてたんですけど、自分で作るんやったらせんでいいわ。だからそこもいい。てか自分で作った方がうまいわ。これ多分これほんまにうまい。ヨガした後に顔洗ったりとか寝癖直したりするのめっちゃいいですね。というのはヨガ5分ぐらいしかしてないのに体がめっちゃ温まるんですよ。だから向こう側の部屋行っても全然寒くないんですよね。しかも僕寝癖直す時半袖なんで。今から昼までポケモン見ます。風呂上がり以外あったかいものしか飲んでないわ。はい、昼ご飯です。はい、ちょっと曇ってるんですけど30分ぐらい散歩します。寒い、風が冷たい。集中力がある時にできるだけ英語を多く聞きたいんで作業を夕方にしてみました。晩ご飯今日も鍋です。さああと英語2時間聞こう。おはようございます。エアコンつけっぱなしで寝てたわ。全然気づかんかった。またささみ解凍すんの忘れてた。コンソメスープ作ります。具材を入れます。じゃがいも、玉ねぎ、人参ですね。残念ながらウインナーとかはないです。でここに塩で、あと胡椒ですね。うまそう。小さく切ってるけど多分もうちょい煮込んだ方がいいかな。できました。昼ご飯はペペロンチーノとコンソメスープです。うめ。うわー、ウインナー欲しい。めっちゃ天気いいんで散歩行きます。どこにも雲がない圧倒的な快晴です。あれ、こここんなに視界良好やったっけ。木が切り倒されてるからか。快晴マジであったかくて気持ちいい。今日土曜日やのにやけに歩いてる人少ないな。ここ柵で入れんくなってんねんけど、一体何すんねやろ。こんな人が少ないのは寒いからやろな。今晴れてるから全然寒くないけど、正直冬でも天気さえ良ければ春と秋並みに散歩しやすいわ。あとは今日風が全然ないのもでかい。風強かったら顔とか耳痛いからな。また今からポケモン見ます。今日はこの前実家から持って帰ってきた肉で焼肉します。いっぱいあるんで多分明日も食べれますね。晩ご飯です。焼肉めっちゃうまそう。まずタンからいきます。手上げでいただきます。うめ。やばい、これすぐお腹いっぱいになりそう。焼肉全然量食べれへんねんな。だいぶ遅くなってしまったんですけど昼ご飯です。顎関節症が悪化してるわ。歯医者で顎関節症用のマウスピース作ってもらって寝てる時つけてるんですけど全然良くなってない。むしろなんか悪化してるし、やばい、今まででこれ一番痛い。顎の筋肉緩めたらちょっとマシになりましたね。てか口めっちゃ開くようになった。コメント欄見てたらマウスピースよりこっちの方が効くって書いてる人いたんで続けたいと思います。歯医者でも顎の筋肉がめっちゃ固まってるって言われるんで緩めないといけないですね。というわけで今から英語聞き続けます。今日もつ鍋食べたいけどもうニラがないねんな。予算あと1142円もあるし買いに行こうかな。鶏ガラスープも足りひんかもな。スーパー来ちゃいましたね。ニンニクが258円もしたからオアシスで買うわ。
はい、買ってきました。まあノーマネーデーにはならなかったんですけど、予算は514円余ってます。はい、晩ご飯です。うい、はい、こちらマイクですね。このマイクね、自分で買ってなくて母親が買ってくれました。値段は5600円ぐらいでしたね。僕しばらくライブ配信やってなかったんですけど、それなんでやってなかったかっていうと、僕結構前にマイク売ったんですよね。なんか僕が前使ってたマイク結構有名なマイクなんですけど、なんかマイクに向かって喋ると声が小さくなったり大きくなったりしてめっちゃ聞きにくかったんですよね。で僕それが気に入らんくて売ったんですよ。で機材もないし、じゃあもうライブ配信やらんとこうってなって、やってなかったんですよね。ただこの前実家帰った時に、ライブ配信をやった方がいいやろって言われて、お金も稼げるわけやし、だからライブ配信やれっていうことでね、このマイクを買ってくれました。もうね、これ買ってもらったからにはライブ配信をやりますよ僕は。とりあえずチャンネル登録者数6万人達成ライブやりたいですね。であと来月は僕誕生日なんで、誕生日ライブもしようと思います。でもどうせやったらね、もうライブ配信は定期的にやろうかなと思ってるんですけど、問題はね、どの時間帯にやるかなんですよね。僕夜にやりたくなくて、というのは寝るのが遅くなるから、やから土日の昼間とかありかなって思ったりしてます。なんか昼間にライブ配信やったことないし、ちょっと一回やってみようかなって思ってます。先週は動画編集に追われて全然英語聞けなかったんですけど、動画編集追いついたんで今週はまあまあ聞けましたね。2時間20分2時間20分2時間4時間4時間20分3時間、毎日4時間聞き続けたら年内で1500時間には到達しますね。でこれはね、分からんとこを調べたりとか巻き戻して 0.5 倍速にして発音を確認したりとか単語を覚えたりとかしてる時間は入れてないですね。だからそれも入れるとプラス1時間半ぐらいにはなるのかなと思います。いやそれでもね、僕はまだ正直全然足りひんと思ってる。とりあえず年内に理解可能なインプットを1500時間して、来年確実に2000時間に到達するんで、2000時間に到達したら、週に1回ぐらいスピーキングし始めようかなと思います。で4000時間に到達したらスピーキングの練習はほぼ毎日やると思います。だからスピーキングの練習し始めるのは、早くても2年後ぐらいですね。めっちゃ長い。ちなみにこの丸つけてるところはお金使ってない日ですね。今週全然使わんかったわ。もう基本的に予定なかったらもうスーパー行く以外はお金使わんとこうと思います。はい、あとは歯磨いて英語聞いて寝るだけなんでそろそろ終わります。今週もね、めっちゃ多幸感ある1週間過ごせました。で今年は1週間の食費を4000円で過ごそうと思ってるんですけど、これがねめちゃくちゃ楽しいです。今まではね、スーパーに買い物行くのとかもめんどくさいなとしか思ってなかったんですけど、予算決めて買い物するってなるとゲームみたいでめっちゃ楽しいんですよね。もうしかも食費もめっちゃ安くなるし、いやー最高やわこれ。そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。